線の向こうにその人がいるスケッチトークス。こんにちは、今泉春之です。イラストレーターのエージェントとして広告や出版の現場でたくさんの絵と人に出会ってきました。この番組ではそんな私が気になるクリエイターをお迎えして、その人となりや制作の舞台裏をゆるりとご紹介していきます。こんにちは、津田さん。はい、こんにちは。はい、本日はよろしくお願いいたします。第1回目の、ゲストとして来ていただきました。はい。津田さんもいろいろと活動されている方なのでね、ちょっと私も以前から興味はあっていろいろとね、お話を伺えればなと思っていますけれども、プロフからちょっとご紹介していきたいと思います。熊本出身で美大の方でやられてからフリーのイラストレーターとして活躍されて、雑誌とかいろんな広告のお仕事とかされていて、その後、猫のブログですごく人気も出たというところから、今は今度は服作りで、服作りもね、もう本もたくさん出されていて、一体この人は何をしている人なんだろうってね、こう思う人もいるかもしれないんですけど、なんか自分はこう最初から徐々にね、そういう津田さんのね、こう活躍っていうか見ているのでね、すごい面白いなって、なんか自分から発信する能力っていうものがね、すごいので、ちょっとねお話を伺えればななんて思っています。よろしくお願いいたします。今泉さんとね、最初によろしくお願いします今泉さんと最初に会ったのはね、あれですもんね、イラストレーターでまだ割とだから始めた頃ですもんね。そうですね。何十年、何十年か経っちゃってるんですよね。うん十年っていうとすごいなんですけどね、そう何年か前ですね。はい、っていうことですかね。意外と長いお付き合いですね。そうですね。ありがとうございます。で、今日は津田さんとね、いろいろお話を伺うにあたって、こういった項目をちょっと作ってみたので、ベースをねこんな感じにしながら、イラストレーターとしての原点だったり、猫ブログっていう偶然の扉を開けてみたりとか。なぜ、猫ブログをやめたのかっていうのもありますけども、それから今度猫から今度要塞との出会いっていうのがあって、あとは今津田さんも YouTube とかもやられていますけども、発信者としての視点とか、そしてこれからどういうことをやっていきたいのかっていうところをねベースにお話を伺えればななんて思っています。では、まず最初、イラストレーターとしての原点ということで、イラストを仕事にされたきっかけっていうのをね、ちょっとまずねお伺いできればななんて思ってるんですけども。イラストレーターになろうと思ったのは小学生ぐらいからもうイラストの仕事をしようと思っていたんですけど、もともと絵を描くのが好きで、それで、その中でね、ちょうど小学生ぐらいの時にイラストレーターっていう職業があるっていうのをね知ったんですよね。で、横文字でかっこよかったし確かに、でそれで憧れたっていうのがまず最初。学校の図書館とかでね読んでる本とかに載ってる挿絵とか、そういうのを描く、これ仕事なんだっていうのをその時気づいたっていうか、イラストレーターっていう仕事がこれなんだみたいなのにその時気づいて、それでそういう仕事したいなって思ったのが最初ですね。だ小学校の時に思って、それからなんやかんやほらそれはもう頭の片隅にありつつ、他の仕事もいろいろ考えてはみたたけど、やっぱり絵を描く仕事がやりたくて、それで、とりあえず美大に行けばなんとかなるのかなと思って美大に行ったみたいな感じ。でも子供の頃ってね、最初すごくなんていうのかな、学校の教科書だったり、もしくは絵本だったりとかして、そこから文字を習うよりかビジュアルから入るじゃないですか。でそういうところでやっぱり感銘を受けたりとかして、ずっとこの子供の中にずっと心の中にあったりすると、イラスト絵を描いてみたいとかねっていうような仕事に就くっていう人たちはそういうのがきっかけだったりしますからね。そうなんだ。子供の時に受けた影響大きいと思いますよ、やっぱり。子供の時に明確に覚えてるものあります？この絵すごかったなみたいなと。ありますよ。イメージはね、線画のイラストだったんですけど、でも誰が描いたのかは知らないんですけどね。で、何の物語だったのかも覚えてないんだけど、でも鮮明にその時、こういう仕事あるんだって思った記憶は未だに残ってますよ。なるほど。今となったらね、その作家さん誰だったのかね知りたいですよね。誰だったのか全然わかんない。でも学校図書で出会った本で、パッとページを開いた時に、素敵な絵だったんですよね、きっとね。私がいいなって思うような絵だったんですよ。線画のね、
鉛筆画の線画のイラストだったの。別になんかそう可愛いとか、そういうなんていうのカラフルな色でとかそういうんじゃなくて、でもそれがなんかねすごく素敵に見えたんですよね。で自分が描いてるの全然違うんだけど自分が描いてるのはそういうそのタッチとは全然違うんですけど、ただやっぱりそういう仕事に憧れた。でもね津田さんのこう今描かれてる絵を見て可愛いなとか素敵だなとか、なんか自分もこんな絵描きたいとかっていうねこういうふうに思われる人なんかもねもしかしたらいるかもしれないですよね。だからそういう意味でなんか自分たちの仕事ってワクワクする仕事そうですね。教科書の仕事とかもやっぱりやってると、友達の子供とかねが使ってたとか、蘭子ちゃんの絵だったとかそういうのを聞くと、そういうのを聞くとちょっとってなんかやっててよかったなじゃないけど、なんていうの、なんかこう嬉しくなりますね。つながりをね、自分がやった仕事がこういうところでつながりが生まれてたみたいなのを誰かが喜んでくれて、多分だって私の名前を見つけてその教科書に見つけて喜んでくれたんだと思うんですよ。自分の知ってる人が絵を描いてる、私の教科書の絵を描いてるっていうので嬉しかったかなと思うと、なんかこう私も嬉しくなっちゃう。そうですよね。なんか、そういう意味ではすごくやりがいのある仕事でもあるし、なんかねそういうフィードバックが自分でね感じられると達成感につながりますよね。当時ね、もちろん今もイラストレーターのお仕事されてますけども、どんなジャンルのねイラストとかを描かれていたのかなっていうところでね、まず作品の方をねご紹介しようかなと思うんですけれども、このあたりですね、なんかおしゃべり、英会話、これは書籍ですよね。そうですね、書籍の仕事でもうこれ両方ともだいぶ前の仕事なんですけど、なんか基本こういうタッチで割と長く描いてるって感じですかね。こういう、イラストレーターで描いてるデジタルのイラストなんですけど、そうですね、なんかすごく教本とか、シンプルなイラストなんですけども、表情もねなんかあったりとかするので書籍のこう表現っていうのにすごく合うような感じがするんですよね。英語の教本みたいなの結構いっぱいやりましたね。なんかわかんないけど割となんかそういうの続くのね、同じ系統がねわーっと、でも英語の教科書っぽいってはぽいかもしれない。なんかそうですね、なんかこう日本人も書けるしこのまま外国人も書けるしみたいな、いろんなバリエーションとしてなんかこう、表現できるのかなって感じはしますよね。ね、こんなお仕事もあったりとかね、いろいろしますけど、こういう漫画みたいなね、漫画みたいなのも書いてて、割とだからイラスト漫画みたいな、一応ストーリーも考えてっていうようなこともやってますね。壮大なね漫画家さんのようなストーリーではなく、ちょっとしたこういうシンプルなねこう漫画だとなんかテーマがあって、テーマの中で漫画を描くみたいな。これ今、写ってるのはこれは防犯関係の子供向けの雑誌の防犯に関する、情報の漫画で、うちの夫が防犯関係の、仕事をしてるので、うちの夫とのコラボですねこれはね。そうなんですね。そういうことができるっていいな。そうですでストーリーを考えて相談しながら書いてみたいな感じの。なるほど。なんか夫婦でコラボって楽しそうですね。これはそうですね、そういう仕事。そうなんですね。なんか、津田さんって今ねこうイラストの仕事を通してこうなんかこう感じたことで、今にそれが生きてるなんてこともあったりするんですか。なんかそのイラストの仕事を通して、イラストの仕事を通して、学んだこととか。いや私ね就職をしたことがないんですよね。アルバイトはしてたけど、でだから社会と大人の社会、営業行ったりとかね、自分でこうギャラの交渉したりとかっていうようなこととかを学んだっていう意味では大人の世界、大人の仕事の世界を学んだのはイラストの仕事なので、そういう学びはあったんじゃないですかね。じゃあつまりこの仕事、イラストの仕事を学んでそういう社会的な
通念だったりとか、マナーだったりとか、そこら辺のこう学んだっていうことなんですね。イラストの仕事、学びきれてないところがあるいや学びきれてないところがあるけど、そう、私とか本当にだからなんかうちの夫とかに時々注意されるのは、なんかほらちゃんと敬語使ってって言われたりするなんか、夫の知り合いとかに会った時とかに、ついなんかほらなんか楽しくなっちゃうっていうか、わって喋ってると、敬語がこうどっか飛んでっちゃう時があったりしますよって変だけど私自分の敬語は変になってるけど、そういう時があって、わって喋ってるとだんだんなんかこうデスマスみたいなのとかこう、相手に対するこう尊敬語的なのがどんどん抜けていったりとかするからそうなんだ。興奮してくるとね、特にそうなっちゃうので、時々注意されます。最近はだから夫ぐらいしか注意してくれる人がいないから本当にねありがたい存在ですよ、注意してくれるのはね。猫ブログをね始めたっていうところで、猫ブログ、ここに今ちょっと映ってますけど、猫のブログで結構バズったっていうのがあると思うんですけども、なんかまずの猫のブログを始めたきっかけ、もちろん猫を飼ってらっしゃるっていうのはあるんですけれども、ブログを始めたのってどんなきっかけからだったんですか？当時流行ってたんですよね、猫ブログがすごく。私もやってみたいと思いつつ、最初にこの写真に出てる茶色と白の猫、この今日も猫をいただそうっていうこの人マーソンさんっていう方なんですけど、マーソンさんっていう猫を飼ってたんですけど、もう一匹ね猫病院で保護されてた猫飼おうってなって、多頭飼いを私の人生で初めて多頭飼いっていうのを経験するから、それを書いてみようかなと思ったのがきっかけですね。でそれでじゃあブログとして写真と、投稿文を書いてやりだしたわけなんですね。その時に決めてたのは、毎日同じ時間に1年間投稿するって決めて始めました。すごい、1年毎日書くんだ。毎日365回書こうと思ってた。すごい。そのぐらい書けばもう書くことなくなるかなと思ってやり始めた、ちゃんと自分でやろうってなんか決めると、それをちゃんと実行できたわけですよね。自分で決めたことなのでね、実行しますよね。でちゃんと365個全部書けた。もちろんで、すごい。花っていう猫と丸っていう猫だったから、花丸っていう、日々これ花丸っていうタイトルのブログにしたんですよ。でその花丸だから8時7分0秒に毎朝投稿したの。花丸、なるほど。予約投稿だからね、投稿できるんですけど、最初予約投稿って知らなかったから画面の前でこうやって投稿する待ってたけどせーのみたいな。そう今みたいな感じでやってたけど、そのうち予約できるんだってなって予約にしたけどなるほどね。なんかじゃあブログって結局何年ぐらいっていうか、結局はね9年やったの。毎日やったんですよ、9年間。1年で辞めるつもりだったけど、思いのほか見てくださる方がいらっしゃって、でポツポツコメントとかね来るようになったりとかしたら、なんか、なんとなく辞めらんなくなってきちゃって、1年で辞めるんですかみたいな言われたりとかして、みたいなそんなにたくさんコメントが来てたわけじゃないんだけど、毎日見てますよみたいなことを言われると、なんか誰か見てくれる人がいるんだなって思ったら、誰か喜んでくれる人がいるとほら嬉しくなって、なんか続けたくなるじゃないですか。それでなんやかんやで9年やってたっていう。でなんか今ここにねやっぱり雑誌とかに紹介されたりとか、本も出されたりとかしたんですか？その雑誌とか急にオファーが来るんですか？猫に関しては猫ブログをやってて、でイラストもやってたんですけど、ある時猫の描き方教えてくださいっていう雑誌の1ページかなんかで、でそのブログの中では漫画みたいなのも描いてたんですよ。4コマ漫画みたいなやつも描いたりとかしてて、
それで猫のイラストも描いたりとかしてたから、猫のイラストの描き方を教えるみたいな企画の、ページがあって、なんか女性誌かなんかで。で、それに一回載せたら、別の出版社の方が見てて、本出しませんかみたいなことになってるんですよ。で、その今日も猫をいただきますっていう本を出したんですよね。これが、イラストを絡めた、ブログ本みたいな感じですよね。エッセイ本というか、漫画も載せたりとか、写真と、文章とみたいな。で、この本を出したら、猫ブログとかの影響で、猫関係雑誌みたいな、猫が絡むような雑誌の取材を受けたりとか、そういうところから、イラストのお仕事をいただいたりとかっていうようなことで、猫が絡んでくるお仕事が、この時期増えてたんですよ。で、そんな中で、で、キャットフードのね、なんか試食みたいなのの、お仕事をいただいた時に、そのキャットフードがね、すごくうちの猫が気に入ったからなんかこのアンアンの、なんていうの、これタイアップのお仕事なんですけど、漫画と、写真と漫画とね、タイアップ記事なんですけど、この、キャットフードのメーカーさん、これが日本に上陸したばっかだったんですよ、その時。で、広告を打っていく中で、じゃあうちの猫とのね、絡みで、その広告をやらせていただいてたんですよ。結構、何年かやらせていただいて。でも結局、このメーカーさんは日本から撤退しちゃったんですけど、今はもうだから日本ではなくなっちゃったんだけど、でもしばらくはやってて、特にアンアンの猫企画の時に、割とやらせていただいてた。なんか津田さんが、例えばそのブログを書くにあたって、特に意識していた工夫とか、なんか、これは反響が大きかったな、みたいな、そんな投稿ってあったんですか？反響があった投稿はですね、動画も出してたんですよね。時々。ただね、うちの、マーソンさんっていう最初から飼ってた猫が、キャットタワーから降りられないっていうのの動画を撮ったんですよ。キャットタワーからね、うまく降りれなくて、ぶら下がったりとかして、キャットタワーで、なんか全然降りれないみたいなの動画を撮ったら、それが割と、だからテレビとか、そういうのでも取り上げられたりとかしましたね。その辺は反響があったといえば反響があったのかもしれない。でもなんかバズったっていうふうには思ってなかったけど、って感じですか？結構なんかいろんな人が見て反響があったなぐらいには思ってましたけど、面白いよねこの動画って、私も面白いよねこれと思ってたからそんな感じ。やっぱり自分で面白いって思わないと他人もきっとね面白いってもちろん思わないだろうし、なんかこう仕組んで作ったものもなんかちょっといまいち違かったりとかするだろうし。そうですね。で、特にこのマーソンさんっていう猫がちょっと、すごい女王様気質だったんですけど、だけどちょっとどんくさくって面白かったんですよね。これスコティッシュフォールドっていう猫で、この猫はペットショップでね買った猫だったんですよね。でその後はずっと保護猫なんですけど、うち。でもなんかこの猫ブログ、9年間続けてやったじゃないですか。でそれで今度ある程度ねやっぱり人気もあって本も出したりとか、取材もあったりとかして、で、ある段階でこうやっぱり終了ね、猫ブログをやっぱやめていくって終わらせた理由って何だったんですかね？私とにかく1年間だけやるって、最初はね、それが9年に伸びたんですよ。でなんで1年間でやめるかっていうと、生き物なんでね、必ず病気したりとか死んでしまったりっていうことが絶対にあるわけですよ。それはもう避けて通れないでしょ。でだけどそれは書きたくなかった。で特にね、花丸で8時7分0秒朝一ですよ。みんなが見る時間に悲しい話は絶対に書きたくなかった。みんな全部なんていうの、ネガティブなこととか悲しいこととかじゃなくて、いつどういう状態の時になんていうの、心理状態の時に見ても大丈夫なブログでいたかった。すごい。なんかやっぱりそれは視聴者のことは考えてるってことですよね。読んでくださる方、ね。っていうか、でもなんか私も時々ほらブログとか、ネットとかって突然心をズタズタにされるようなことが起きるから、見た瞬間にもう
なんていうの、地獄のどん底に落とされるような記事を見てしまったりとか、写真を見てしまったとかいうようなことって起きるじゃないですか。それはしたくなかったのね。だからかな。いつかその辞めるっていう、まあ、決断があって、そうなんですよ。いつか辞めるって思ってたんですよ。全部の猫が、元気な時に面白い毎日を送ってますよっていうので、最後もね、めでたしめでたしで終わらなきゃ嫌だと思ってたから、なんていうの、マーソンさんがとにかく、12、3歳だったのかな。だから10歳超えたあたりからもうハラハラしてたんですよ、私は。何か起きたらどうしようと思ってて。だから、マーソンさんに何かがある前に終わらせなければと思ってた。なるほど、それを思ってた。そういうことか。そう。まあ、ブログ終わってからもうしばらくはお元気でしたけど。ああ、なるほどね。終わるってことは何か次が始まったりとかするわけなんですけども、なんかその新しく、まあ、終わらせたりとかする時の自分の中で怖さっていうのは特になかったわけですね。ああ、いや、ない特にないですよ。何があんの怖さって、分かんないけど。いや、なんかこう今までこう講演してきてくれた人がいて、なんか終わっちゃうとその人たちともなんか終わりなのかなとか。確かにそれをね、楽しみにしてくれてる方たちにはね、申し訳ないというか、なんだろう、まあ申し訳ないなのかな。なんか、もっと続けてくださいみたいなね、お声がないわけではないけど、はい、でもほら、じゃあいつまでなのそれはとかってさ、なるじゃないですか。で、やっぱり自分で決めなきゃいけないことじゃない、と思いますよ。で、なるほど。まあ、自分が決めればね、決めてそれでいいんじゃないですかね。はい、ここで終わりですよっていうね。ありがとうございました。まあね、猫ちゃんたちも津田さん自身もなんかこういい状態でなんかそのままこう終わっていくっていうことですよね。猫のブログが終わってメインになってきてる要塞っていう服作りっていうところなんですけども、まあ、そこの今度フェーズにこう入っていくと思うんですね。で、まあ、すごく著書もいっぱい出されてたりとかするんですけども、なんかその服作り、要塞との出会いとまあ広がりというかね、なぜ急にその服作りっていうところがちょっと急にではないけど、なんかっていうところはあったんですけど、なんかそのあたりでできればな。本当そうなんですよね。私ほら、興味が湧くと、まあイラストはまあずっと長いことやってるけど、まあ猫とかもね、急に猫ブログ始めたとかね、あとこの人洋服作り出して、こういうふうに何やってんだろう、毎日洋服作ってるみたいな、なんか私のなんかほら、知り合いとかでも、あなた何をやってるのみたいな声はあったんですよ。どこ行こうとしてんのみたいな。毎日、なんかそう、手作り服作ってみたいな。そう。だから、まあちょっと周りから見るとね。服作りは上手なの？別に最初からやってたわけじゃないですけど、周りから見ると多分、なんか唐突なのかなっていう気はするんですよ。唐突にこの人何を始めたんだろうみたいな感じに見えるのかもしれないですけど、まあやりたいことをやってるだけなんですけど、まあ猫ブログやってる時から洋裁に興味を持ち出して、友達がなんかね作ってるものを見て、ちっちゃなポーチみたいなのを、作って私にくれたんですよ。それを見て、もうなんかこれ私もやりたいと思って、これすごい魔法みたいと思って、それで自分でこれを作るんだみたいな、この人はっていう。そこでなんかミシンをね買って作り始めたんですよ。もうひたすらバッグばっかり作ってる時あった。もう一日中バッグ作ってもうバッグだらけになっちゃってとかいう感じででバッグ作って、でそのうちじゃあなんか洋服も作りたくなっちゃってっていう感じですかね。で作り始めたら今度はそれを自分の個展とかイラストの個展とかやるじゃないですか。まあ、イラストレーターなんでね、営業も兼ねて個展をやるんですけど、そこで自分が作った服を売ってみたいなと思ったんですよ。ダイソータ、そう、自分が作った服で、それまでも自分が作った服を着てたから割とみんなの反響がっていうか評判が良かったというかそれどうしたのみたいな、作ったよとか言うと、うわすごいみたいなんで、それでもう割とこう調子者というかこうそういうタイプなんですよね。乗せられるとどんどんどこまでも乗ってっちゃうみたいなタイプなので、もともとその家庭科は得意だったんですか？学校とかで習いますよね。全然得意じゃないです。
最初もうとにかくはい最初に書いた本が家庭科さんだった私がっていうサブタイトルがついてるので、家庭科さんだった私が、はい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 それ本当なんだ。ワードローブ 100%。そうそうそう。得意じゃないですよ、全然。一応ね、なんかほら、母とかね、祖母に作ってもらったみたいなことはしなかったですよ。自力でやってはいたけど、でも、正直言ってそんなに得意とか大好きとかいうことでもなかったですけどね。そうか、例えば親御さんとかがこう普段から自分の服作ってくれてるとかっていう人だったら、なんかその服作りの過程とかっていうのはね、意識する部分があるんだろうけど、そうでもなかったらやっぱりいきなり服は買ってくるものっていう概念そうですね、買うものしかないよね。ですよね。服作りを取り組むってなったのってなんかいつ頃からなんですか？コロナ前ぐらいから、はいはい、でコロナ前は割となんか個展も割となんか頻繁にやってて、でもその時にも売ったりしてたのかな。で販売するってなると結局ほら既存のパターンって使えないんですよね。なんていうの、商用利用不可みたいなのが多いんですよ。そういうもんなんですね。知らなかった。そういうもの使っちゃダメわかんないですよ。使ってる人も多いのかもしれないけどわかんないけど、一応洋裁本ってあるんですけど、そのパターンがね、ついてるやつ、で付録でその等身大パターンみたいなのついてて、それで作るとほら作れますよっていう型紙がついてるんですけど、でもそれは販売には使えませんみたいなことが大体書いてあるんですよ。端末とかに自分の楽しみのために作るのはいいけど、このデザインで販売はダメよっていうことが書いてある、ちょっとね。で大概そうなんですよ。商用利用 OK の本っていうのはあんまりない。最近は増えたかもしれないけどあんまないんですよ。だから自分で何とかしなきゃいけないんだと思って、そういうことなんだ。で自分でそれがきっかけで自分で書くようになったんですよ、パターンをね。見よう見まねというか、見よう見まねで要はこういう形になればいいんだよなみたいな感じで、なんていうの、洋服の形っていうのはある程度その基本の形っていうのは決まってるから、こういう形になればいいのか、じゃあどうやって弾こうみたいな感じでいろいろ自分で考えてそうなんか自分サイズごとにじゃあどういうふうにこのパターンは変わっていくんだろうなみたいなことを自分で実験したりとかしながら作り方を考えて、割とだから自分なりの作り方みたいなのを自分で確立したんですかね。なんかそのイラストの場合だとこの絵って例えばダリソリさんだねとか津田さんの絵だねって分かるように、服なんかもそういうなんかこう自分らしさみたいな、こんな感じって自分のテイストなんだよねみたいなものってあったりするんですかね。その自分らしさみたいなものをこの服の中のデザインに取り込むみたいなのがあるんですか？いやどうだ、そこまでは。服なんてさだって袖がついててこうかぶれりゃ服でしょ。よくわかんないけどよっぽどね、それはほらなんていうの、アーティスティックなデザイナーみたいなことであれば、これはどこどこのブランドのなんていうの、こうパターンのね感じだよねとかわかんのかもしれないけど、基本的に日常的に着る服っていうのは大体ね、そんな突飛な服ってないから、せいぜいねどこかが、飾りがついてるかついてないかとか、タックがついてるついてないぐらいかな。で私が作る服とか作り方としてはね、作り方として私の服の作り方としては基本的には自分のサイズを測って自分で型紙作りましょうよっていうのがスタイルとしてはありますね。型紙難しく考えないで作っても着れる服が作れるよっていうあとは難しい技を使わなくても日常着るような服だったらもう十分作れますよっていうようなのが私のスタイルかな。今ね、このリメイクしたらオンリーワンができましたっていう本がありますけど、これはね、型紙そしたらいらなくって、その服から既存のものからリメイクしてっていう、だからこういうこともできるよってことですよね。そうですね。私もだから服が作れなかった時はリメイクで結構なんか
洋服解体したりとか しながらね、あ、こういう風にできてんだみたいな、でなんだこれでもいいじゃないかみたいなこととか、洋服ってまあなんかルールがあるようでないみたいなところもあるのでね、なんかそういうのをリメイクしていくとなんとなくこう、まあ、見えてくるというか。リメイクってもっとすごいクリエイティブじゃないですか。なんかもう例えばやっぱり一般的に売られる服っていうのはやっぱりその思考があるから、こういう方向で作ってどれぐらい売らなきゃいけないっていうものがあるから、ある程度こう決まったスタイルだったりとかだけども、まあ、このリメイクの場合はもうその人の感性でもいくらでも、まあ、ある意味どんな形でも OK みたいな、そうですよ。もうシャツがズボンになっちゃうぐらいの感じですよね。だそういうなんかでもアイデアとか発想なので、リメイクは、まあ、そういう意味ではすごいクリエイティブですよね。そうかもしれないですね。そう、でもすごいの作ってる人もいっぱいいるから、これはね、そういうなんていうの、そんなにものすごいクリエイティブなことをやってるというよりかは、こうやったら面白くないぐらいの感じですよ。ジーパンここ切ったらエプロンになっちゃったみたいなとか、なんかそういうジーパンのファスナーのとこ切ってくるっとひっくり返したらもうエプロンでよくないみたいな感じのとか、まあ、そういうのを紹介してる。でなんかこうやってこうどんどん自分で作ってって365日自分の手作りの服で暮らしてる、まあ 100% 自分の手作りの、それ前まではまあ既存の服があったりとかしながらこう自分の服も作ってっていうところだったわけですよね。そうですね。そう最初はだから例えばトップスだけ作ってたとかすると、友達とかに会って「わあそれ作ったの?」とか言われて「うん作った」とかって「わあすごいいいねパンツも作ったんでしょ?」とか言われて、パンツは違ったりとかするとなんとなく居心地悪くなるじゃないですか。でだからもう次会う時は今度パンツも作っていくみたいな感じでどんどん増えていくみたいな感じですよ。でちょっとずつ増えてって、そうそうでアクセサリーとかね、こういうのも作るし、なんか身につけてるものをなんか1個作ったっていうともしかしてそれも作ったって言われて違うって言いたくないがために全部作るっていう、もう今靴下とか靴も作ってるからもうとにかくもう靴作ってましたよね。そう靴も作ってるし、とにかくなんかね、全身もうオールアウトフィットみたいな、もう全部作ってないともうこう突っ込まれた時にこれ違うのって言われた時にがっかりさせたくない。いやすごいなそれ。なんかそういう感じでどんどん増えてったみたいな感じですよ本当に。いやまあアクセサリーは作るとこまではまだなんか分かるような気がするんですけど、靴まで作り出すってちょっとなかなかいないですよね。ね、もうちょっと意地になってるところがあって意地になってて、でね最近もうねついに言われるのは下着はどうですかって言われて、もうそれはねさすがにね作ってませんって言ってます下着はねそう作ったって見せらんないの。それ作ってもさ面白くないじゃないですか。なるほど、ね、ほらって見せるわけいかないから、確かにどうだってわけにいかないですよね。そうで作ったら見せたくなっちゃうし、見せるわけいかないから作らない、そこはもうちょっと線引きをねしないと見せられないものは作らない。一時期ね作ってたこともあったんだけど、でも結局見せらんないからね、作ってもなって。あとはもう機能性の問題もあるしね、やっぱりホールド力とかねいろいろある、補正力とかいろいろあるのでね、下着を作らないです、はい、なんか津田さんの中で例えばそのイラストもやって、まあ、ちょっと猫ブルが別としてね、まあ、イラストとその洋裁っていうところでなんかそれぞれなんか共通するような、なんかその自分の中の美意識っていうのかな、なんかそういう感覚的なものとかその共通点みたいなものってあるんです、まあ、クリエイティブっていうところはもちろんそうなんでしょうけど、なんだろう、いや自分ではわからないですよ。あるのかもしれないしわかんない。でも、まあ、本をねイラストを描く人だから大概のことが描けるわけよね。要は図、例えばこういう作り方図みたいなのも全部自分で描くんですよ。こういうのとか、途中のイラストとか、まあ、作り方の手順とかもね、全部、まあ、自分で描くっていう人あんまいなくないっていう感じかな。確かに自分で出てるしね、しかもね自分で着てるしねまあいろいろいやでもねその思ったんですけど、津田さんそのまあ自分でまあイラスト描くじゃないですか。イラスト描いて、まあ、文章は書きますよね。で、要は裁縫の服作りの内容も書いて、で自分でモデルもやっちゃうで、まあ、写真も撮るでしょうしっていうと、
オールインワンでできたんですね。そう割とねあんまりスタッフいらないかもしれないです。もちろん一人でカメラマン全部さんいやSNS とかだったらね一人でやるけど本を作るにはねもちろんもっといろんな方にね一緒にやってもらわないとできないんですけど、デザイナーさんとかもね、編集さんとかカメラマンさんとかいろんな方が関わってもちろんできるけど、作り方の図とかそうイラストとかそういうのも、まあ、全部書いてますよっていうことかな。自分でできることは多いかもしれない。私ができること、それはイラストをやってたからっていうのは大きいですよね。そうですね。それで、まあ、その2020年、コロナに始まるっていうシーズンが始まって、そこでこう立て続けにこう本をバンバン出してきますよね。たまたま企画自体はコロナ前から始まってるので本を作るっていう話はね、自分で営業しに行って、私100% 自分で作ってるんですよ服って言って、それで、最初はねもっとエッセイ寄りの本を書かせてほしかったんですよ。手作りってこんなに楽しいんですよっていうようなことのメッセージをね出したかったなと思ったんですけど、作り方書いてって言われて要塞本として出すなら作り方が載ってないとしょうがないからみたいな感じで、作り方書いてくださいって言われてみたいな感じで図解っていうか作り方のね図解とかそれまでそういうのは仕事としてやったことがなかったけど、そこでやり始めたんですけど、それを、やり始めたのはコロナの前で撮影とかしてる頃になんか変な病気が流行りだしましたねみたいな話をしてた。でちょうど発売のあたりでもういろんなことがロックダウンとかしだして、だから本屋のイベントとかももちろんできなかったし、とにかく本がねAmazon とか売り切れになっちゃったりとかして、なんていうの本屋さんにみんな行かないで Amazon とかで買ってたからなのかな、分かんないけど。なるほどね。あとそのステイホームで家にいる時間も長くなったし、みたいなありますよね。それでみんなマスク作ったりとかしてたんですよね、その頃ね。マスクがなくなっちゃって。確かに手作りマスク流行りましたよね。手作りマスクが流行って、でマスク作るのにミシンを買うでしょみんな。でそうするとミシンがねどこ行ってもミシンが在庫切れだったの、あの頃。知ってます聞きました、ニュースで見ましたそれ。あの頃は本当にもうミシンが大フィーバーで今またちょっと落ち着いちゃったらしいんですけど、あの時はすごいミシンが売れて、でみんなマスク作って、でしかもずっと家にいるからマスクだけじゃ飽き足らなくなって、そこで手芸始めた人が結構増えたんですよね。でそれで、その流れで私の本も割と続けてね出させてもらったりとかして、逆にその津田さんの切り口がちょっとこう変わってたじゃないですか。リメイクしようとか、あと、家庭科さんだった私がってね書かれてましたけど、多分服作りやってますってやっぱりこう表に出てる人はやっぱり家庭科もすごくね、いい点数を取ってた学生時代もそういう人なのかなってイメージは私も持ってたんですけれども、3の人でも本も出してるし、3の人が書く本だったらそんな難しくないのかなとかわかんないですけど、そんなような気持ちも働いて、もしかして自分も作れるかも、ミシン買ったしみたいな、そういうところもうまくハマったんですかね。私も家庭科さんですみたいなコメントは割といただいた。家庭科さんって私と一緒だみたいな感じの共感をねしてもらえたみたいなので、やっぱそこかな。そこはもちろん良かったと思う。タイトルの付け方が良かったかもしれない。多分その成績、例えば5段階評価だとすると、やっぱり3の人たちって一番多いわけですよね、人数的にね。そこに入る人たちはたくさんいて、そうですね。そういう意味では共感を持ってくれる人の数が多かったかもしれないです。案外これが家庭科2だったら、家庭科2だったっていうんだったらちょっと違ったのかもしれない。3が良かったのかも分かんないけどでもこうやってミシンのこととか、もちろんその服作りもあるし、こういったミシンのことについて書かれたりとか、もうその洋服作りに関していろんなカテゴリー、そのリメイクだったりゼロから作るとか、こういう解決ブックだったりとか、いろんなジャンルでその一つのアプローチからこう角度を変えて出されてるわけですよね。
それが一番新しいのかな。そうでもね、どの本でもやっぱりイラストとかね、これも漫画を描いてたりとか、はいはいはい、あ、本当だ、はい、そうですね。でも、2020年から何冊出されてます全部で。そのソーイングが絡む本に関しては9冊かな。出てる。そうそう、猫は1冊だけ。猫は1冊だけだけど、台湾でも出たんですよね、確か。台湾でこれの台湾版が出たの。猫の台湾版ですか？そう、猫本は台湾版がね出たんですよ。へえ、あ、そうなんだ、すごいな。9冊ってもちろんすごいんですけど、今2025年じゃないですか。で、はい、1年で、2冊近くのペースで書くって大変じゃないですか。そう、1年で2冊3冊出た時あったかな。いや、もうほんと大変だった大変でしたよ。そりゃ大変よ。洋服作ってる分にはもちろんね、なんていうの、割と立ったり座ったりするんですけど、はい、原稿っていうか作り方とかをこう書き出すと、もうずっと座りっぱなしでやってんの。イラストレーターでね書いてるんですよ、ずっと。はい、でイラスト描いてる時よりもイラストレーターとしての仕事、普通にだからイラストの仕事いただいてやってた時の仕事よりもすごいハードだったハードな数年間を過ごしました。こんなに仕事してなかったなみたいな。はい、でもなんかこうイラストをやりながらとか、もちろん洋裁もやってとか、もちろん猫ブログやってっていう、その中でこう一つずつで自分のスキルとかも増えていった中で、今はもちろん洋裁をベースに発信者としてこう、YouTube のね動画とかっていうのを発信されてるじゃないですか。はい、そこのところもやっぱり1年以上はやられてますよね。もうなんか YouTube の方ってもっとですか？そう、あんまりね更新してないんですけど、2年ぐらいやってると思います。2年かもうちょっとやってるのかな。やってますよ。本当になんかたまにしか更新してないけど、はい、なかなか猫ブログみたいに毎日やりますってわけにもなかなかいかないですね。でも他の、SNS とかも発信していくじゃないですか。はい、一番もちろん映像編集大変なので、YouTube の更新大変だと思うんですけど、それ以外のSNS とかも発信されていて、そのインスタとかね、ありますけれども、なんかSNS での反応ってあるじゃないですか。見てくださってる方が、そういう反応っていうのは自分自身のモチベーションにどう影響したりするものなんですか？どうなんだろう、そんなに影響してないかもしれないですけど、じゃあ見てくれて誰かが見てくれてるっていうその気持ちはなんかこう、そうですね、もちろんね、そうですね。で作ったものをなんだろう、コメントとかでいいねをしてくれるのはね、いい、見てくれたんだなじゃないですか。だけどコメントをくれると、これなんか良かったんだなって、本当になんか気に入ったんだなっていうのが分かるっていうか、例えばなんかそうですね、そうこういうの作るじゃないですか。それで載せるじゃないですか。こういうの作ったよみたいなの載せるじゃないですか。でなんかほらコメントとかでなんか言ってくれると、これはなんかみんながなんかいいと思ってくれたのかなっていうので、そういうバロメーターとしてはなんか機能してますよ、その SNS っていうのがね。声がねいいねっていうのはすごく便利なツールだと思うんですよね。でもなかなか声まで出すって難しいじゃないですか。でもそれやっぱりコメントとしてやっぱり書いてくれるってやっぱり自分に届きますよね。なんかすごく良かったですって一言でもいいんだけど、なんか多分それはすごく嬉しくなりますよね。投稿してよかったで、そうでなんか何が良かったのかみたいなのが聞けると、この布どこで売ってますかとかね、ほらこれはなんか布にこの人は刺さるものがあったのかなとかね、この柄が良かったんだとか、あとはなんか作り方教えてくださいみたいなのだったら、なんかこういうのこの人も着てみたいと思ったんだなとか、そういう感じ。それでなんか評価というか、次に例えば本を書くときにこういう洋服を紹介すると喜ぶ人多いかなとかいうのは思うかな。なんか津田さんの中で要所要所で今時の言葉で言うとバズるっていう
ことがあるわけじゃないですか、その猫ブログだったり、まあ洋服だったりとかって、なんかその自分自身にとってそのバズるっていうことのなんか意味みたいなものってどうなんですか。そのもちろんモチベーションがフィードバックがもらえるっていう意味ではもちろんモチベーション上がるっていうのもあるんですけど、そのバズるっていうことに対してのなんか嬉しいのか、それともちょっと怖いなとか、わかんない、なんかどんなことが起こるのかなとか、なんかいろんな気持ちはあるとは思うんですけども、いやそんな私バズったことないですよ。バズったって思ったことない、だってバズるって言うほどバズってないですよ。でもバズるからこそ猫ブログが本になったり取材されたりとかね、そのするわけだし、あとだって本9冊も書いててバズってないってわけはないのでだって重版もされたりするわけじゃないですか。まあまあそうだけど、バズる私のバズるのイメージはなんかこう炎上的なねまあね、そういうイメージかな。あんまりだから普通に、普通になんか気に入ってくれた人いたんだみたいな感覚かな。まあある意味じゃそこまで逆にその意識とかは全然されてないっていうことなんですね、自分の中で。意識してないことも、そうやりたいことをやってて、それを気に入ってくれた人がいるとかいないとか、それぐらいかな。あんまり気にしてないですね。こうやればバズるとか、そういうことは全然意識はせず、自分が発信する、自分がやりたいことを言いたいことをちゃんと発信していくことによって、その共感を得てもらったっていうぐらいで、何かバズるためとかなんかそういうのはないですね。バズらせたいいとかそんなのは思ってないですよ。気に入ってもらえたら嬉しいけど、気に入ってもらってなんかこう、その人のねどこかに刺さったらそれは嬉しいけど、刺さるために何かをやってるわけじゃないから。これからについてちょっとお伺いしようかなと思うんですけれども、津田蘭子さん、イラストレーターっていうのがベースにありつつ、いろんな、ことが、その中に付随してたりするわけなんですけれども、今後取り組んでみたいジャンルだったりとか表現だったりとか、なんかどういうふうに変わっていくかなとかって、なんかそういうビジョンってあったりしますか？わかんない。私も行き当たりばったりだから、ご覧の通りですよ。行き当たりばったり、イラストやってて猫やってて今洋服作ってるみたいな人ですよ。もう行き当たりばったりだからわかんない。何に自分がハマるかはわからないですよ。今のところまだ洋服にハマってる。洋服っていうかものづくりにハマってて、今一番楽しいことはこれかも。何かを作る、洋服だけじゃなくてね、靴作ったりとかもしてますけど、何かを作ることにハマってるから、今んとこそれですね。将来は分からん。でもまたね新しい何かっていうものをなんか作り出すかもしれないですよね。とか、もうなんかこの人何やってんだろうねみたいな、こう一生さ、こういうなんかほら年表にしたら、この人一体何がやりたかったのみたいな感じの年表になるんじゃないですか。よくわかんない。何者かよくわからない。なんか若いクリエイターの人にこう一言伝えるとすると、なんか言葉みたいなのもあったりします？なんかそんなかしこまんなくてもいいんですけど、全然。いやもうね、若い人には負けへんでみたいな感じ。むしろそこなんだ。お前らに負けねえぞっていうアドバイスじゃなくても、負けないよってこと。アドバイスじゃない。アドバイスするようなこともない。今まで例えば私が若い時とかに、アドバイスしてくるような大人、大人が言ってることなんて当てになんないもんだって対してだからあんまりね、周りの声とか気にせずにやればいいんじゃないのかなと思いますけど。どうですか？どうしてもなんかこう上の人ってこうどうしてもこれ教えをねこうしたくなってしまうような世の中だったりするので、もう好きにやりなさいっていうことですね。好きにやりなさいっていうか、私負けたくないと思う。なんか、私もだって同じなんていうの、こう戦場にいるわけだから、なんかこうなんだろう、こうやればいいのよって分かんないしね、こうやりなさいよってことでもないし、でもなんか負けたくない気持ちって大事ですよね。結局、自分にも負けちゃいけないし、あとなんかやっぱりやるって決めた時にやっぱある程度ちゃんと
形にできて、それが失敗かもしれなくても成功かもしれない、分かんないけどもちゃんとそこまで形にするっていう、その折れない気持ちでその形をまずは作ってみるっていうところはすごく大事ですよね。いやちょっとなんか深い話がいろいろとこうできて、津田蘭子さんっていう人がなんかね、そうかな。いやなかなかこの心の内とかっていうのがないので、どうしてもこうね、津田蘭子っていうこの像をねゆっくりとお話しする機会じゃなかったので、今日ちょっとすごく楽しかったです。はい、すいません、長々ちょっとお付き合いいただきますけども、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。面白かったです。楽しかった。はい、ありがとうございました。イラストの世界をもっと面白く、スケッチトークスではそんな出会いをお届けしています。チャンネル登録をして次回もぜひご一緒に。